どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ADA というブランドは知っていますでしょうか？アクアリウムをやっている人なら名前くらいは一度は聞いたことがあるであろうアクアリウム界の高級ブランドです。正直いろいろ言われていることも多く、その価格帯などの理由で敬遠している方も多いと思います。個人的には結構好きで、全ての製品が価格に見合ってるかと言われれば微妙なところですが、水槽は全て ADA に統一しているくらいには購入しています。いろんな製品が販売されている中で賛否両論あるとは思いますが、やはり水槽だけはクオリティが高いためおすすめです。ただ最近の物価高による影響で、自分がアクアリウムを始めた3年前とは比べ物にならないくらいさらに高くなっているのが現実です。おそらく価格が下がることは一生ないと思っているので、欲しい人は欲しい時に買っておかないと後々後悔するのではないでしょうか。そんな ADA の水槽なんですが、今回とある理由でマジで目ん玉飛び出るレベルに破格な値段で購入することができました。今回は ADA 製品だけをめちゃくちゃ買い漁ったため、その購入品と合わせてどの製品がなぜ安くなってどれくらい安くなったのかをお話していきます。自分としても人生初の出来事だったので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速購入品の紹介をしていきます。まずはこちら、バクター100。定価は2530円。こちらは ADA のバクテリア剤的な立ち位置の製品です。100種類以上の微生物が入っており、これを低床の下に振りまくことで低床内の環境を良くします。個人的には立ち上がりが早くなったりとかそういう感覚はないんですが、使った時と使ってない時ではやはり違うということで購入。正直何がいいとかはうまく説明できないので、むやみやたらにおすすめはしませんが、使う時は使うって感じです。ちなみに箱には書いてませんが、製品ページには卵巣に振りまくことで増殖を抑える効果もあると記載されています。続いてはこちら、クリアスーパー。定価は2530円。こちらもバクター100同様、低床に振りまくことで効果を発揮する製品です。水質浄化作用のある木炭粉に微生物の発生を促す有機酸を配合しているようです。これを使用することによってバクテリアなどの低床内で有効に働く微生物の増殖を促進し、低床内の環境を良好に整えます。微生物の増殖を促進するということで、先ほど紹介したバクター100と併用することでさらなる効果が期待できるということですね。基本的にバクター100を使っている方はこのクリアスーパーも使用しているので、だいたいセットで考えていいと思います。有機酸も配合しているということで、なんとなく水草とかにも良さそうです。続いてはこちら、トルマリン BC。 定価は2530円。こちらも先ほどの2つと同じ低床に使用する粉末です。土壌改善効果のあるトルマリン粉末と竹炭粉を混合したもののようで、トルマリンは根の細分化を促し、水草の粘りが良くなります。そして竹炭粉は微生物の繁殖にも適しているということで、クリアスーパーに続きバクター100をさらにお膳立てする製品です。トルマリンって聞き慣れないなと思って少し調べたんですが、どうやら鉱物グループの名前のようで、とりあえず何かしらの鉱物のようです。これがなぜ水草の粘りを良くするかは知りません。まあバクター100とクリアスーパーも買ったらこっちも使っておいた方がいいということで買いました。自分の立ち上げ動画でもこの3種類の粉はたまに登場するので地味に使ってます。続いてはこちら、ルートブランチ。価格は680円。こちらは何やら見覚えがあるような感じの袋に入った流木のセットです。去年の10月末頃に新しく販売され始めた製品群の一つで、小型水槽やパルダリウムに適した新レイアウト素材として登場しています。極めて細い枝状のレイアウト材で、より繊細なレイアウトにおすすめとのこと。沈みにくい素材のため、他の素材に固定して利用することが前提となっています。
なんとなくこのタイミングで出してきたことに意味を感じてしまいそうですが、おそらく偶然でしょう。枝状流木の一番美味しいところである枝部分のみが詰め込まれているので、自分のレイアウト素材の枝ぶりをもっと良くしたいという人にはおすすめです。続いてはこちら、アクアリウムクロス。定価は900円。こちらは2021年の12月に販売開始した布です。実はこれ地味に愛用していて、2枚使用し、さらに2枚ストックがあります。このクロスの特徴は何といってもその吸水力で、メンテナンス時に床にこぼれた水などもさっと拭くだけできれいにしてくれます。結構厚手の生地で2枚重ねのようになっているため、思った以上の吸水力が使ってて手放せなくなります。ただ雑巾のように絞ったりするとめちゃくちゃ毛羽立って吸水性が落ちてしまい、1枚ダメにしてしまったので、今使っている2枚は長く使えるように絞らず水分を押し出す感じでメンテしてます。もう1年以上使ってますが、まだ使えているので値段以上の価値はあると思ってます。ちなみになぜストックがあるのに購入したのかというと、最近ほぼ店頭で見なくなったため、おそらく今現在は製造が終わっているのではないかと考えられるからです。実はこの購入品たちは複数店舗を回って購入した品で、そのうちの1店舗に1枚だけ残っていたので買いました。なくなると怖いですからね。続いてはこちら、サンドフラッター。定価は3740円。こちらは砂を鳴らすためだけのやつです。以上。それ以上でもそれ以下でもないたった一つのシンプルな機能しかありません。一応両端には幅広の部分と細い部分があるので、場所に合わせて使い分けることができます。正直 ADA 製品の中でも1位2位を争うくらい、なぜこんなに高いのか疑問に思われるものだと思います。自分ですらこれを買うことになるとは想像もしてませんでしたからね。とうとうここに手を出し始めてしまったかと、自分がさらに深い沼にはまり始めたことを自覚しました。ちなみにさすがに高級感あるので普通に満足してます。ただおすすめはしません。続いてはこちら、アクアグラベル。定価は 8kg で1540円。高度の上昇しない天然の革砂利です。ADA らしからぬ安さで、最近砂利水槽に興味を持っていたので買いました。高度が上昇しないということで、今使用している津軽プレミアムと同じ性質を持ち合わせています。ただこちらの方が粒の大きさは圧倒的に大きく、水草が植栽しづらそうなので、定称として使うというよりは他のレイアウト石と組み合わせて使うかもしれません。60センチ水槽に定称として使用する場合は 8kg が2袋程度必要になるようですが、合計3000円で半永久的に使える定称が手に入るのはコスパいいですね。続いてはこちら、ガラスポット丸95。定価は3080円。こちらは ADA のガラスポットです。ついにこれにも手を出してしまいました。今までダイソー丸というダイソーで購入できる激安ガラスポットを使っていたので、本家を触るのは初めてです。こちらは蓋とガラスポット側面に穴が開いており、蓋をしていても適度にポット内が換気されるという優れもの。そして大きさもダイソー丸より一回り大きく、価格は15倍です。正直これにそこまでの価値があるかと言われれば微妙なところですが、この絶妙な大きさと通気口は今のところ類似品がないため、欲しい人は欲しいと思います。確かに作りはこっちの方が圧倒的に良く、散々ダイソーのガラスポットを触ってきて、これくらいのクオリティでも素晴らしいと思ってたのが、途端に安っぽく感じてしまうくらいにはいいです。ガラスの厚みも分厚いので、持った時の重量感もそこそこ。ちなみに地味に2個買ってます。使う予定は今のところありません。続いてはこちら、アクアソイルアマゾニアバージョン2。定価は9リットルで3850円。こちらは愛用しているアマゾニアの現行品です。今までの超栄養系だったアマゾニアから新しくなり、栄養分が抑えめになっていることで初心者も安心して使える定称になっているとのこと。
またイニシャルスティックのようなサプリがついているので、もし栄養を補強したい場合はそれを使うことで調整が可能です。実は一度もこのバージョン2は使ったことがなく、これからも使う予定はなかったんですが、衝動的に買っちゃいました。もしかするとどこかしらのタイミングで使用する時が来るかもしれません。続いてはこちら、 ADA キューブガーデン30キューブ、定価は8470円。こちらは言わずと知れた ADA の代表的製品である水槽です。他の ADA 製品は持ってないけど、水槽だけは ADA って人も多いのではないでしょうか。正直水槽だけはガチで ADA がいいと思ってる派なので、皆さんにおすすめしたいんですが、いかんせん価格が価格のためご利用しはできません。ただ水槽はアクアリウムの本体みたいな側面もあるので、妥協して後悔するよりも予算に余裕があるのであればこっちを選んだ方がいいかなというところです。水槽を立ち上げてしまったら取り替えることはできませんし、明らかにモチベーションが上がるのでおすすめです。自分は以前動画にもしたんですが、全ての水槽を ADA に変更する過程で中古水槽を中心に買い漁ったため、新品を改めて購入。今後少しずつ余裕がある時に買い足していき、全部新品にしていきたいですね。最後はこちら、 ADA キューブガーデン60、定価は14,520円。こちらが普段の破格で手に入れた製品です。先ほどと同じ理由で中古の同サイズの水槽から新しくするために購入しました。ちなみに改めて定価を見ましたが、とんでもなく高くなってますよね。自分がアクアリウムを始めた2020年では確か1万1000円くらいだったので、1.4 倍くらいに跳ね上がってます。もともとの値段が高いのも相まってほぼ1万5000円になってしまいました。1万ちょっとならまあクオリティも高いしいいかって思ってたんですが、一湯吉一樋口だと話が変わってきますよね。ただそんな高値になっている中、自分は今回運よく破格で手に入れてしまったんです。ご覧の通り中古品ではなく未開封状態の新品です。実は自分もレジを通すまでこの価格で買えるとは知らず、店員さんに聞いてびっくりしたんですよね。それもそのはず、普通にお店に置いてあったものをレジに持って行っただけで、特に安いなんて書いてなかったんです。何の気なしにレジに持って行き会計をしようとすると、店員さんからこれどこから持ってこられましたかと聞かれ、素直に置いてあった場所を説明したら、これ実は新古品でお客さんがやむを得ない事情があって買い取ったやつなんですよねと言われたんです。未開封の新品ですけど、一度人の手に渡ったものなのでその分安くなってますと教えていただき、全くそんなこと気にしない自分はちょっと嬉しかったです。ただ ADA だし未開封品だからそこまで安くならないかも。でもワンチャン1万円切ったりしないかなと店員さんが値段を調べている時に考えていたんですが、想像をはるかに上回る安さでした。その価格なんと5000円。まさかの定価のほぼ3分の1。中古品ですらもっと高値で取引されている ADA の水槽が新品でこの価格で手に入るなんて思ってもいませんでした。全く予想していなかった展開に棚からぼたもちが崩れ落ちてきたような感覚に陥りましたが、これぞ無欲の勝利ですね。そんなこと知らずにフラッと立ち寄ってこんな大当たりを引けるなんて、自分でも今回ばっかりは幸運でした。意味わからんくらいアクアリウムに投資してきたから神様が少しお情けしてくれたのかもしれません。というか店員さんも言わなかったら普通に新品として売ってもバレないでしょうに、正直に告知してとんでもなく安い価格で売るなんて良心の塊みたいだなと思いましたね。今後もこのショップには通わせてもらおうと思います。というわけで今回はとんでもなく安く ADA の水槽が手に入ったお話でした。実は他にも ADA 製品を購入しまくっているんですが、動画に収まりきらなかったのでまたの機会に紹介できればと思っています。というわけで今回はここまで。